軽音部。そういや、この前、軽音部に行く新入生と会ったな。あいつ、無事にたどり着けたかな。あ、ここだ。頼もう。誰か来たよ。まさか2人目の新入部員？あれ、この人見たことあるな。ああ、この前の俺に道案内してくれたイケメンっす。お、元気な新入生。お前も軽音部に入ったんだな。もちっすよ。ってお前もってことは先輩も軽音部に入るんすか？いや、実は俺もう入部してるんだよね。そうなの？見たことないけど。幽霊部員？また厄介な人が増えそうですね。もう入部してるってどういうことっすか？いやー、実は俺2回留年してる2年生でさ、完全に忘れてたんだけど1年生の時ここに入部してたっぽいんだ。最近になって思い出したんでちょっと活動してみようかなと。僕たちと同じ学年なんですね。通りで見たことがあると思いました。先輩だけど同学年。ま、部室に来るのは初めてだから新入部員だと思ってくれていいぜ。俺は若里春菜。好きなものはドーナツ、嫌いなものは特になし。得意なことはヘアメイクで、楽器はこれから練習するってことでよろしくな。得意なことはヘアメイク？おしゃれだしモテそう。残ってるポジションはドラムなんだけど、それでも大丈夫かな？おう、こう見えて俺やるからにはきっちりやるぜ。留年回避のためにもな。そうだ、これ差し入れのドーナツ、お近づきの印にみんなで食べようぜ。わー、やったっす。写真撮ろうっす。写真。バンドメンバーも5人揃ったことだし、今日は今後の方針について話し合おうと思う。うわあ、自分で言っててなんかすっげえそれっぽい。バンドで青春って感じっす。バンドって言ったらやっぱライブだよな。曲も作らないと。それからもっとたくさんの人に俺たちの曲を聴いてほしいよな。じゃあ路上ライブとかどうすか？路上から始まるサクセスストーリーなんてハイパーかっこいいっすよ。いいじゃん。路上ライブなら俺たちでもすぐにできそうだし。そんなに甘いものではありませんよ。路上ライブにはいろいろと手続きや許可が必要です。その手続きが大変ですし、それにとにかく僕は路上ライブには反対です。それならこういうのはどうかな。こんなチラシを見つけたんだ。
高校生バンド大会。高校生バンド大会なんすかそれ。テンション上げ上げな予感っす。各地の高校生バンドが集まるコンテストだって。これに出てみるのはどう？お、いいね。この大会でいい成績を収めれば俺の留年も。大会なんて無茶ですよ。なんですか順ち。うちの軽音部は楽器初心者の素人ばかり。そんなバンドが大会に出ても恥をかくだけです。そうかな。俺は結構いけると思うんだけど。俺もそう思うっす。先輩たちの演奏メガマックス半端ないっすよ。夏希はどう思う？俺は順に任せる。じゃあ順が OK なら賛成ってことだね。さあ順、どうする？わかりました。いいですよ。やったー、決まり。目指せ優勝だ。いきなり優勝なんて無理に決まってる。ちょっとカッコつけすぎたかな。かっこつけすぎです。僕たちの実力が足りていないのは事実なんですよ。だな。これからいっぱい練習しないとな。俺ドラム始めたばっかなんだけど間に合う？大丈夫。俺と夏希は部活に入ってからギターとベースを始めたんだ。春菜も練習すれば上手くなるよ。順ちは前からキーボードやってたんすか？順はピアノ弾けるから。ピアノすっげえ。順ちかっけえっすね。うんどうしたっすか夏吉っち。順のピアノ思い出したら感動してしゃっくりが。大変だ。順、いつも通り止めてやってくれ。まったく。これはここ。ありがとう順。よかった。夏希のしゃっくりは順じゃないと止められないからな。感動でしゃっくりが止まらなくなるなんて。順っちのピアノそんなにすごいんすね。順は中学の時神童冬見順って呼ばれてたんだよな。振動？それってハイパーかっこいいっす。だからそんなにキーボードがうまいんすね。別に大したことないですよ。あとピアノとキーボードは違う楽器ですよ。ピアノは生楽器で電気がなくても単体で音が奏でられる楽器なんです。特にピアノは指で鍵を押してから音が出るまでの構造から打楽器と弦楽器の特徴を持った打弦楽器に分類されていて、ここまでは理解できますよね。さらに詳しく説明すると、悪い。ドーナツに例えて説明してくれ。弾が爆発しそうっす。勘弁してほしいっす。そうですね。まずあなたたちは学生が学ぶ基本の教科から勉強しないとダメそうですね。
もしかしてもう俺がバカってことがバレてるっすか？見ていればわかります。そもそも部活の話題で盛り上がるのはいいですが、学生の本分は勉強です。練習のしすぎで成績が悪くなるということのないように、補習や追試など言語道断です。進路に影響が出たらどうするんですか？純は厳しいな。当然のことです。勉強も頑張ろう。この話題そろそろやめない？次は曲作りについて話そうぜ。そうっすね。それがいいっす。特に危なそうな春菜さんと四季くん、現時点で成績はどうなんですか？俺は。ああ、すみません。春菜さんについては聞かなくてもわかることでした。なんでだよ。まあ2回留年してるもんな。バイトが忙しかったんだよ。しょうがないだろ。四季くんはどうなんです？俺は実は今日あった数学の小テストばっくれちゃって。へえ、クラス分けのための大事なテストなのに？だって全然わかんないんすもん。そういえばこの前職員室で先生たちが若里コースまっしぐらの1年生がいるって話してたような。おそらく四季くんのことでしょうね。いやいや、なんだよ若里コースって。そういう早とっちはどうなんすか？勉強できるんすか？俺は普通だよ。多分良くも悪くもないって感じかな。うわー、それ一番面白くないっす。ザ・平凡って感じっす。お前ら傷つくぞ。今日は部活の目標が決まってよかったね。そうかな。純、どうしたの？あの二人のことが心配なんだよ。四季と春菜のこと？テストから逃亡する1年に留年2回の2年。おまけにどっちも音楽は初心者だ。そんなメンバーで大会に出たってどうせ痛い目見るだけだ。純は二人のこと気にかけてるんだね。そんなんじゃない。補習や追試に巻き込まれたくないだけ。面倒事はごめんだからな。きっと大丈夫だよ。楽観的だな、夏希は。純の演奏聴けるの嬉しいから。初めて聞いた時からずっと俺は純のピアノが好きだから俺も頑張る。勉強も練習も純のそばでずっと純の音色を聞いていられるように。
なんだそれ。っていうかキーボードはピアノとは違うって言ってるだろう。そうだね。僕はやるからには結果を出す。みっともない真似はしたくないからな。他の3人と違って夏希は大丈夫だろうけど、あんまり気は抜くなよ。うん。みんなで頑張ろうね。